ポンポーってポーこんにちは、テイスティージャパンのそのみです。レッドです。今日ははい飛鳥時代の蘇というお菓子を作ります。蘇知ってる？なんか聞いたことあるよ。変な土みたいな。土みたいなのじゃない。なんでね蘇を作ろうかと思ったかっていうと、私は小学生の頃からずっと蘇に憧れてたのね。蘇に憧れてた。人生で死ぬまでに蘇が食べたい。じゃあ蘇はどんなものかちょっとネットで調べてみようかと。ネットこんなのがあったさ。ハイテクな飛鳥時代の住民だ。蘇は古代の日本で作られた乳製品、牛乳を煮詰めたチーズみたいなものなんだって。砂糖とか塩とか何も入れないんだって。じゃなくて牛乳だけ。牛乳をただただひたすら煮詰める。甘いらしい。牛乳だけなのに。あ、なるほど。やばくない？なんかもうその話聞いただけで蘇ってなんだろうみたいな気持ちにならない？じゃあ早速作っていきましょうか。作っていきましょう。新鮮なる蘇を今から作りましょう。かしこまりました。では材料からご説明いたします。はい、牛乳。終わり。本当に牛乳だけでできんの？書いてあった。なんかすっごいネットで作られてて、小学生の頃に蘇に憧れて蘇を作ってしまった大人たちがいっぱいいたネットに。そんなコミュニティがあるの？初めて聞いたよ。蘇コミュニティだわ。蘇コミュニティ。テフロン製の焦げつかないフライパンに1リットル入れます。でも飛鳥時代ってさ、こういうさ牛乳パックとかじゃなくてさ、多分もう牛の乳から直接入れてるんだよね。いや絶対ないでしょ。じゃあ強火沸騰するまでずっと混ぜます。これを何分ぐらい？沸騰してから30分かな。30分。レッド君は何時代が好きだった？武田信玄とか知ってる？聞いたことある？信玄餅でしょ。それはまああれ長野。それは信玄。山梨。そういえば私の幼なじみが時代の覚え方を教えてくれたんだけど、ラップ調で歌えば覚えられるって言われて。どんな感じ？縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町。でも室町までしか覚えられなかった。なんだっけその続き。縄文、弥生、古墳、飛鳥、安土、桃山、江戸、明治。覚えてたやつある？覚えてた。なんかいい国作ろう鎌倉幕府みたいな。語呂合わせ？語呂合わせ？語呂合わせ？歴史喋っちゃいけない。なんかすごいことになってない？動きが。あ、湧いてる？これ湧いてる？あ、でも匂い甘い。12月の匂い。12月の匂い。ホットミルク飲むじゃん。すごい表現。12月の匂い。ちょっとじゃあ弱火にしましょうか。愛おしいね。牛乳。愛着湧くんだ。最初にそう考えた人めっちゃかわいそうじゃない？何時間もさこうやって煮詰める系みたいなされたのかな。俺的にはねアクシデントだった気がする。なんか今日何作ろうかな。牛乳目の前にあるし、なんか飲むのもあれだから炒めるみたいな。隣のそのちゃんは最近どうよみたいなずっと話しながらこうやって。わかる。飛鳥時代のスマホ。それがそう。暇だよ。だって俺さっき回すの嫌だなって言ってたけど回してる方が楽しいもんね。わかる。今私何もやることない。やばい。終わらない。何も起きてない。だから飛鳥時代の人たちになりきろう。そしたらもうこれなんて一緒だから。どういう日本語喋ってたのかな。そうって多分なったと思う。もっと進んでるよ絶対。いやでもさ、なんでさっきなんか俺らが調べた画像はすごい茶色かったの？あれは8時間くらい煮詰めてる。8時間くらいに勤務時間終わるじゃん。じゃあ飛鳥時代の人多分一番最初のやつ、レッドさんこれどのぐらい煮詰めてんだ？もう3日になる。でもほら見て固まってきた。時間が来ればねっとり。じゃあこれミニソ。ミニソ。ほらこれ。ミニソ。ミニソじゃん。ミニソだ。だからこれだ。これをずっと続ければ。楽しみ。どうしよう。どんな味なんだろう。てかこうやって私なんかすごい期待してさ、普通だった時あんまりちょっとリアクション取れないんだよね。飛鳥時代ダンス。絶対それ流行らない。飛鳥時代。わかんない。飛鳥時代もうちょっとなんかこういうのやってそう。リズム。ごめんよ。なんかね、私が調べたもう一個のレシピには中から強火って書いてある。でしょ
あ、ちなみになんでレッドまだお前固まってねえんだって。わかんねえ。お前火が強くねえからだっつって。あ、ほんとかっつって。そうじゃないこれ。そうっぽいよ。そうっぽいね。そうてかもうそうだと思いたい。そうだと思いたい。そうだよこれ。そうだよね。そうそうだね。そうそうそう最初から強火にしておけばよかったね。だから言ったの。あんちょっと見えてきたね。見えてきた。でほらとろみもさ出てきた。やばい。ただの牛乳感じゃん。うわこれは正直美味しそう。ー、なんかね、もうなんかちょっとチーズっぽい匂いするよね。あ、カルボナーラ。そうだ。なんか嗅いだことない匂いだな。カルボナーラの匂いする。ほら見て、とろみついたサインだよこれ。底が見えるのこうやって。あ、本当だ。楽しい。いい企画。いや、細野さん横にこれついてるからちゃんと取らねえと。ね。お腹すいた。そうが食べたい。どんな味かな。多分ただの牛乳。失礼な。固形感出てきた。真っ白のあの牛乳がうん。こんな立派な層になるなんて。私は嬉しいよ。大きくなった。大きくはなってない。ちっちゃ大きくなっくなってる。あー、すごい。ブームになってほしいね。そう。次から原宿で層売られまくるよ。そう専門店が。層専門店。なんかチーズ味の外、チョコレート味の外。あとココナッツ味ください。美味しそう。でみんな層片手に自撮り撮る。そう。見てほらさっきよりもう全然。すごい。ね、結構さ、あれなんだけど。もう多分それで火止めた方がいい。本当に早くない？大丈そうじゃん。そうだ。見たことないけどそうじゃん。すごいじゃん。夫？そう。質素な感じがすなんかクッキーの生地みたい。る。わかるわかるわかる。食べたいよ。でももうちょっと。我慢しようぜ我慢。我慢我慢。あったかい。こちらがそうです。ナイス。これカメラに向かってなんかこうやって。飛鳥時代のそうで。そうでーす。うん。すごい柔らかくてそう使いやすいと思います。じゃあこれを冷やす。冷蔵庫で。こちら1時間ほど冷やしたソ様。ソ様が出来上がりました。ついでにこれって何？スイーツ？主食？おかず？そう。そう。ジャンルとかないからそうには。じゃあ1センチくらいにするよ。あ、柔らかい。なんかねっとりしてる。ねっとりしてるね。うん。そう。すげえ興奮してるこの人。こちらがそうでございます。一番スタンダードなチーズの匂いがする。子供の時から抱いていたはいその憧れを今実現させてください。いただきます。はい。これがそうか。こんな食べ物でちょっとすごい楽しみなの子供ぐらいしかいない。ドキドキする。どうぞ食べてください。ん？いただきます。なんかよくわかんなくない？なんか思ってたのと違う。楽しみ。どうしよう。どんな味なんだろう。うん。これがそうか。そっか。そっか。そっか。美味しいよ。美味しい。満足した。これもなんかちょっと特別な体験をさせていただいた。これを一言で表すと。そう。憧れのそどだった。作作ってみて食べてみて。やっぱちょっと憧れが強すぎたね。過度な期待をしてた。まだくっついてる。めっちゃくっついてる。